こんにちは。わてが京都の一の船入りのギードスよろしゅうお頼申し上げます。本日からギーチャンネルお料理教室、誰でも作れる簡単なレシピでご紹介いたします。初回はこれを使ったお料理をさせていただきます。なんと酢豚です。酢豚っていうのは、関西風と関東風がありますけども、今日は関東風で作らせていただきます。ケチャップを使った、関東風です。酢豚っていうのは、クーラーローつって古い老人の老に肉って書きます。で、もう一つは炭通ローって言います。炭通ローは、酸っぱいですね。酸っぱい酢の肉って書きます。クーラーローの句は古い。これは古い時代からあった料理だからクーラーローと言います。で、炭通ローは酸っぱい。合わせて、酢豚っていう、由来になっております。これは調べたらわかると思いますけども、そういう由来になっております。では、今日は早速始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。この番組は食べ物で病気を予防する異食道元の創作中華一の船入りの提供でお送りしてます。はい、では厨房に来ました。一の船入りのちっちゃい厨房です。でもここでよく皆さんがね、すごい料理を作るんですね。うちのスタッフは。僕だけじゃありません。スタッフ全員がいい料理を作ります。あそこにいる若い子も。めちゃくちゃすごいですよ、この子たち。いい料理を作ります。ね、ゲッチュ。ゲッチュはゲッチュ。ゲットしはい、ありがとうございます。いいね。彼らもう帰る直前だったんです。で、僕の顔見たら帰れなくなった。ね。じゃあ、先ほど紹介した酢豚いきましょう。まずトマト。ね。ピーマン。パプリカ。玉ねぎ。それと、豚肉。美味しそうでしょ。もうこれ、とんかつにした方が美味しいかもわかんない。酢豚にしたらそんな美味しくないかな。でも美味しいですよ。酢豚にしたら。ね。これを準備していきます。簡単です。見といてください、皆さん。ね。まず、ピーマンを切っていきましょう。ね。ピーマン切ったら、このゴミ、ね、この種取りましょうね。ゴミではないです。種です。種を取っていきましょう。すいませんね、狭い厨房で。やりにくい。ね、映しにくいかもわかんない。見にくいかもわかんないけども。そこは勘弁してください。で、まずもうこうやってザクザクと切ってあげていいです。普通に。お店ではこんなことしたらいけないんですけどね。お家ではもうこのぐらいの切り方でいいです。こうやって入れていきます。ね、なんか材料ね、入れる、バットとかいろいろあると思います。それを使ってください。それから、パプリカね。これは色味ですね。色をつけるだけなんで。ね、ちょこっと使ったらいいです。こうね、いっぱいね、種が。はい、これ、ザク、ザク、ザク。もうこんな感じでいいです。もうザクザクでいいです。それから、玉ねぎ。玉ねぎも、こうやって皮むいて、少し置いてあげて、ね。で、こう、剥がして、こう、普通ね、お料理屋さんだとこうやって剥がしていきます。全部1枚ずつ剥がします。でも、お家ではもうこんな感じでいいですよ。これで、ザクザクって切ってね。いや、次はですね、この後ね、お肉切っていきましょう。簡単、簡単。こうやって切っていきます。ね。普通お肉何でもいいです。バラ以外だったらロース、肩ロース、ヒレ肉があります。でも、お金
が大変だったらやっぱりもう肩ロースでいいんじゃないですか。そのぐらいのお肉でいいです。で、こういう塊を買って、ね、こうやって、このぐらいの塊ですね。あったらいいかな。なかったら薄くってもいいです。こういう酢豚でもいいんですよ、こうやって。薄い酢豚でもこうやって。ね。こう薄くしていきましょう。こうやって。こういう酢豚。ね、お家で作るときはみんなこれです。僕もお家で作るときはこんなに。やっぱ油が大変ですもんね。油使うの。ね。薄い油でいきましょう。ね。はい。で、こう作ってこう。美味しそうやね。パンパン。で、大体これでもう簡単でしょ。これで材料揃いました。と思ったら大間違い。もう一つありました。トマト。ね。トマトを切ります。もうこうやってざく切りでいいです。もう四角でも三角でも丸でもいいです。こうやって切っときます。はい。置いときましょう。はい、終わりました。これだけです。これだけ。じゃあちょっとこれ片付けようか、若い子。はい。はい。ごめんね。はい。じゃあ片付けた。はい。じゃあ簡単です。これはこれで置いときましょう。ね。で、ここからです。酢豚をこのボウルの中に入れていきます。入れていきます。で、溶き卵を用意します。溶き卵をね、少し用意します。で、こうやって入れます。入れていきます。で、大体こんなもんでいいです。それから、お塩。パラ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 。パラ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 。で、胡椒。で、混ぜていきます。混ぜていきましょう。はい。混ぜていきましょう。こうやって混ぜていきましょう。こんな感じでいいです。混ぜたら、小麦粉。片栗粉少々。こうやって混ぜていきます。ね、そうするとお肉に衣がついていきます。ね、コーティングしていくんね。お肉を、柔らかくさせます。コーティングしていきます。ね、だいたいこんなもんでいいです。見てください。わかりますか？こんなもんでいいです、コーティング。はい。で、最後にもう一回片栗をパラパラって入れて、最後に軽く混ぜてあげる。これで出来上がり。はい。はい、始めていきましょう。油を少し入れます。フライパンね。油を少し入れます。で、沸くまで待ちます。ちょっとね、こうやって粉を落としてあげるんです。まだ沈んでいくでしょ。まだダメです。じゅわーっと上がってくるぐらい。ちょっとずつ泡が出てきたでしょ。ほら。これです。この泡。これが大事。油がね。さあ、揚げていきましょう。これをね、さっと少ない油でね、揚げていく。はい。だから薄く切る。ね。どうですか？まだね、1回目なんで僕も慣れないんでね、ごめんなさいね、言葉が少なくて。3回目ぐらいから料理よりおしゃべりが多くなってくるかもわかりません。ね。で、少し、これで、揚げていきます。ね、揚げていきます。ね、はい、だいたい上がってきた。はい、上がってきた。ね、美味しそうやね、これ。こんな少ない油で酢豚ができるのに、普通だったらいっぱい油を入れなきゃいけないのに、これでいける。はい、ほら、色がついてくるでしょ。色がついてくるでしょ。はい。こうやってさっきからこうみんな助けてくれるの嬉しいね。ありがとう。ね、こうやって上がってくる。はい。はい、もう大体ね、OK です。もうね、目安としたらね、
浮いてきたら OK です。薄いからね、すぐ浮いてくるから。ね。はい、OK です。はい、揚げときます。で、一旦消します。で、少し寝かせます。いいですか？酢豚の調味料です。酢、砂糖、醤油、ケチャップ、水、塩。これを合わせ調味料にしていきます。パッパッパッパーっといきますよ。いいですか？簡単でいきますよ。どんどん入れていきます。合わせですからね。はい。酢入れます。お水入れます。さあ、ケチャップ入れます。簡単ですよ、これ。これで合わすだけで酢豚のタレが出来上がる。すごいでしょ？簡単でしょ？あなたもできる。ね。僕もできる。美味しい美味しいよ、これ。はい。で、最後に、ここに片栗粉があります。片栗粉あります。これをですね、ちょっと入れといて、お水を少し入れます。で、これはこれで置いときます。では、また戻ります。いいですか？火つけました。玉ねぎ入れていきましょう。ね、揚げていきます。同じです。パプリカ入れます。揚げていきます。どんどん揚げていきます。美味しそう。もうなんか僕プロみたいやね。ね、はい、入れていきます。まあ、玉ねぎ柔らかいのが好きな人はよく揚げてください。色がちょっと変わるぐらいね、きつね色になるぐらい。で、硬いのが、柔らかいの嫌いな人は、硬いのがいい人は、きつね色まで揚げないでもう揚げてください。で、大体このぐらい揚げていきます。いいですか？それで、油入れに戻します。こうやって。戻していきます。戻しました。はい、もうここからスピードですよ。いいですか？戻しました。はい、こっちに戻します。そしたら、ここに油が残ってます。トマト入れます。トマト入れます。少し炒めていきます。そしたら先ほど言った酢豚のタレを入れていきます。ね。酢豚のタレ入れて、簡単ですよ。今ね、言いながらこうやっていったから、時間かかってますけども、実際やりだしたら10分かかんないです。で、片栗粉入れていきます。だいたいこう煮詰まってきますね。煮詰まってきます。ぐじゅ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 言い出した。ね。火を一回止めてから、片栗粉、水溶き片栗粉入れます。で、また火をつけます。火をつけます。そしたら、だんだん固まってきます。固まってきます。ほら。固まってきます。ほら、固まってきたでしょ？ね。そしたら、これを全部入れたら終わり。ほら。はい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 。はい、酢豚の出来上がりです。で、最後に、ごま油を入れてあげる香り付けでやって。はい、ごま油入れましょう。はい、できました。はい、はい、はい。はい、酢豚の出来上がり。ほら。ほら。ほら。はい。はい。で、これは、タレの分量は、片栗粉とかいろんな分量を考えながらやっていただく。
でもこういう感じでできる昔ながらの酢豚、この色はね。では皆さんお召し上がれ。どうぞ。てんてて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 てんてんてんてて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 てん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 。では、では、どうぞ。いただきます。おいしい？おいしい？はい。おいしい？柔らかくて美味しい。おいしい？めっちゃおいしいやろ。味は？味も美味しいです。味は美味しい。トマトが美味しいやろ。すごいやろ。そのパプリカの味は？美味しい？しっかりしたパンも美味しいです。美味しい？はい。こういう酢豚をいつも作ってます。家庭で10分待ったら作れる。材料があったら10分で作れる、お料理です。このぐらい本当美味しくできます。プロもびっくり。ね。だから、皆さんですね、ぜひともギーチャンネルを見て中華料理を学んでください。世界に広めてください。ね。世界に広めたいよね。はい。ギーチャンネル。ね。何万人ぐらいフォロワーいる5万。バカ野郎。何万人100万人です。バカ野郎。300万人目指しております。どうぞ一つよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。Not a housefly floating in my wine, and not a barber who's ruined my hairline ever since I met you. Nothing can make me blue. Oh, it's just clear skies. すごいね。 Trees and warm breeze and すごいよ。食べる？ each day I'm with you. 本日はいかがでしたでしょうか。美味しい酢豚の作り方真似してください。酢豚っていうのはね、僕本当は大嫌いなんです。酸っぱさ、甘さね、大嫌いだけどもやっぱり嫌いだから一生懸命勉強してきた。でやっぱり酢豚っていうのは正直言って体にいいと思うんです。まあ酸っぱいのがあるからね、酸味があるんで、無性けれども胃には優しい。それと酢豚にレモン入れてもいいですし、まあ、トマトもすごい合いますよね。トマトもね、レコピンっていういい、栄養素があります。それとなおかつですね、酢豚に玉ねぎ必要ですよね。この玉ねぎが、体に血をサラサラにしたりとかいろいろします。ですから皆さんですね、ちょっと工夫をして今日のレシピにですね、ちょっと工夫をして何を入れるのか、材料を入れるのか。でこれ肉入れなくてもいいですよ。エビをね、さっと揚げてもらってもいいですし、イカと一緒に食べてもいいですしね、野菜だけでもいいですし、本当にいろんな食べ方があると思います。これ一つちょっとご飯の上にかけた。僕はもう嫌いだけどもたまにご飯の上にかけてね、玉ねぎだけね、パッパッと美味しいんですね。これがね、体にいい料理を作りましょうよ。食べましょうよ。これからそういうレシピを出していきますので、よろしくお願いいたします。以上です。どうもありがとうございました。